にして、もうこの瞬間今にはたどり着けないみたい。こんでなくちゃらしくなくちゃ、この世は誰ねフィクション、いつだって星にそうで飛んでゆくの。今もこんなに夜の影さ、流れ星より強く燃え続けてる。上げ手を伸ばし上げ、目指す先想像なんか超えていきたいの。皆さんこんにちは。本日は鳩は歌う夢を見る1周年記念特別番組にお越しいただきありがとうございます。司会の入月彩乃です。本日は鳩は歌う夢を見るはもちろん、バンドメイドについてもたくさんお話しさせていただきます。まずですね、ご存知ない方のために説明いたしますと、鳩は歌う夢を見るはヌムさんが書いた漫画で、バンドメイド結成前のメンバーの生活にインスピレーションを得た架空のストーリーなんですね。たくさんの演技派の声優さんたちが日本語で声を担当なさっています。それではヌムさんからのスペシャルメッセージから番組をスタートいたしましょう。プロジェクト1周年おめでとうございます。漫画家のヌムです。この鳩は歌う夢を見るは事実に基づいたフィクションということで、これからどんな事実がストーリーに入ってくるか、またメイン5人以外のキャラクターたちが今後どうなっていくか、私もストーリーをいただくのを毎回ワクワクしながら楽しみにしています。オレンジさんをはじめ多くのアーティストの方が参加してくださっているこのプロジェクト、皆さんの魅力を引き出し、見てくださる方に楽しんでもらうため、もっと頑張って絵を描いていきます。これからもよろしくお願いいたします。ヌムさんのイラスト大好きです。毎回新しいストーリーの絵を見るのがすごく楽しみで。ヌムさんの素敵なイラストのおかげで収録の時にキャラクターの感情をつかみやすいんですよね。同感です。そして絵がとても可愛くて、見るたびやる気が湧いてきます。私もヌムさんの可愛い魅力的なイラストに毎回癒されていました。続きまして、鳩は歌う夢を見るのメインキャスト陣、実力派声優さん6名のご紹介をさせていただきます。ミク役ご担当のメイニャンさん。ミク役のメイニャンです。よろしくお願いします。サイキ役ご担当のユリさん。はい、サイキ役を担当させていただいてますユリです。ミサ役ご担当のミホさん。ミサの声を担当しているミホです。よろしくお願いします。カナミ役ご担当のアキラさん。こんにちは、カナミ役の国場明です。よろしくお願いします。アカネ役ご担当のユリカさん。はい、あかねさんの声を入れていますゆりかです。よろしくお願いします。そしてプラチナムパスポート社長の林さん役の尾形さん。はい、林さんの声を担当している尾形です。よろしくお願いします。はい、鳩は歌う夢を見るは2025年初めに公開される第8章で完結というのは皆さんご存知の通りですが、1年以上この作品に取り組んでみていかがでしたか？私は実在する方の声を吹き替えることが初めての経験だったので、どう演じていこうかなと悩みつつ、かなみさんの実際のラジオ音源などを聞いて参考にしたことを思い出しますね。1年間かなみさんを演じながらバンドメイドの成り立ちや曲を知ることができたこともとても嬉しく思っています。バンドメイドは私の知り合いにもファンの方がたくさんいらっしゃって、ミサさんの声を演じると決まった時はやはり緊張しました。でも演じているうちにミサさんの魅力にどんどん惹かれていって、緊張というよりもどうやったら彼女の魅力を表現できるんだろうと悩むようになっていきました。でも今考えるとそれもすごく幸せな悩みだと思っていて、この1年間はとても刺激的で充実したものになりました。感謝でいっぱいです。私は鳩は歌う夢を見るのオーディションで初めてバンドメイドを知りました。こんな素敵なグループと出会うきっかけをくださって
私もとても感謝しています。お二方と同様、彼女たちを愛するファンがたくさんいる実在の人物ということで、どこまで似せるべきかとか試行錯誤しながらやらせていただきました。そうですね。ほんと緊張しますよね。うん。ファンたちの期待に応えられるかどうかずっと心配しますよね。でも皆さんが優しい目で見てくれて本当に感謝します。私は最初にミクのオーディションを受けた時、自分の声が本当に合わないと思って心配しましたが、頑張ってミクさんの声と喋り方を勉強して下手に真似してみて、監督から OK くれた時は本当に信じられませんでした。でもこうやって1年以上やり続けたなんて本当に夢みたい。実はこの作品を通して初めてバンドメイドのことを知ったんですね。で、あかねさんは私と同じ関西出身ですごく親近感があります。毎回新しいエピソードが出るたびに私もワクワクしていました。で、こんなにも海外で知名度のある日本のバンドがあるっていうのは、私も海外在住なんですけどもすごく励みになっています。尾形さんは最近このプロジェクトに参加なさったということなんですが、企画のオレンジさんがこのプロジェクトを紹介した時、もう即快諾だったということなんですけれども。そうですね、即答でしたね。もともと声優に興味があったのもあるんですけど、バンドメイドを広く知ってもらうために、力を少しでも貸せればということで、もうすぐ即答でした。またですね、キャストの中で一番バンドメイドに詳しい尾形さんですが、キャストの皆さんにバンドメイドについて一言で説明するとしたら、どう説明なさるんですか？やっぱりビジュアルとサウンドのギャップ、それがすごくクールなバンドだと思います。なるほど。それはハードロックをしながらメイド服を着ているからですよね。こうメイドさんの可愛いイメージで曲を聴くとやけどするぞみたいな、そういう感じですかね。それすっごくわかります。ここまでギャップがあるバンドも珍しいですよね。確かにそこがかっこいいし、心をつかまれちゃう。ギャップ萌えっていうやつですね。わかる。わかります。そうですね。確かに最初はギャップにびっくりしますけれども、だんだんとバンドメイドのメンバーがメイド服を着ているのが普通に思えてくるんですよね。バンドメイドといえば、YouTube チャンネルを見た上で、皆さんの一番好きなバンドメイドの曲を選んで語ってもらいます。どなたから参りましょうか？私はメモラブルがお気に入りの曲です。他の曲とは違う、柔らかい曲調だったり、テンポ感だったり、あとギターの音色もすごく好きです。聴いてると穏やかな気持ちになれて、すごく落ち着くことができます。あとミュージックビデオの壮大な景色がすごく圧巻で、とても美しいです。好きなミュージックビデオです。目も耳も幸せになれるところがとても気に入っています。わかります。メモラブルのどこか懐かしい優しい感じ、いいですよね。今回私が選ばせていただいたのはダイスです。演奏がすごくかっこよくて、でも歌詞には応援してくれるような優しさも感じられて元気をもらえます。メロディーラインも聞くだけで気持ちが晴れていくようで大好きです。私はベスティがお気に入りです。優しく包み込むような曲調が好きで、メンバーみんなの気持ちとファンの皆さんの気持ちがつながっている今の状態を表現しているんだろうなって感じました。 MV での衣装が珍しくホワイトだったのも曲調と合っていてすごく好きなポイントですね。僕のお気に入りはやっぱりスリルですね。この曲との出会いがなければ、バンドメイド、を知ることはなかったかなっていうぐらいです。本当に強烈なイントロで、あとビジュアルですね。赤い衣装を着てるんですけど、それがすごく印象的でした。一番好きですか。こういう質問が苦手ですね。私はバンドメイドの曲全部好きですから、一番を選ぶなんて本当に
できません。みんなが可愛くてかっこよくて、曲も全部好きです。私はあまりロックを聴くことがないので、お気に入りを一つっていうのは難しいですね。ああ、どんな音楽を聴きますか？そうですね。音楽はラジオをよく聞くので、ポップスが多いですかね。アメリカの80年代の曲も好きです。では、普段はどんな音楽を聴かれるんですか？そうです。最近は本当にいろいろと聞くんですけど、一番いいなと思ったのは藤井風さんですかね。その才能を感性で動かしているみたいな、そんな感じがすごく好きです。私は昔ならいろんなジャンルの音楽を聴きますが、今は生活が変わってあんまり音楽を聴く機会がなくて、地味な作業やってる時だけは好きなゲーム BGM を流します。でもたまに歌いたい気持ちになったら、ほとんどアニソンやボカロを歌います。私も最近ゆっくり音楽を聴くことはなかなかないのですが、ディズニー映画を見て育ったので、ミュージカル調の曲を流したり歌ったりしながら運転するのが好きです。作業中に聞くことが多いので、私もゲーム BGM とかアニメのサントラもよく聞きます。あとはボカロの歌ってみたとかは一通り聞き漁ってます。日本や海外問わずいろんな音楽を聴きますね。声優の友人に自分の好きな曲を歌ってもらったりして聴いたり、とにかくいつも何か音楽は流してますね。なるほど。皆さんそれぞれという感じですね。それではですね、次に皆様の声のお仕事について伺いたいと思います。皆さんのお仕事を始めたきっかけを教えていただけますか？はい。子供の頃からアニメが好きで、声優というお仕事に憧れて目指すようになりました。10年ほど前から声優としてお仕事をしていて、アニメーションやゲーム、あと企業 PV とか、ナレーションの仕事などもさせていただいています。私はオンラインで国際的な場面からプロのフリーランサー声優をやっているつもりです。5、6年ぐらいやっています。理由は美穂さんと同じく子供の頃から声優さんたちに憧れたからです。メイニャンさんもよくアニメを見られるんですか？もちろん子供の頃からたくさん見てて、今でも新しく出てる作品をたくさん見てますよ。ああ、皆さんに聞きたいのですが、好きなアニメはありますか？またその理由は何ですか？好きなアニメは銀河鉄道999です。松本零士先生の大ファンで、やっぱりその作品に信念とか友情とか男の生き様とか、そんなものが描かれていて大好きなんですよ。で、999では主人公の哲郎がどんどんね、いい男になっていく過程が描かれてるんですけれども、見てて一緒に成長しているような、そんな気になります。で、やっぱり少年の憧れ、メーテルですね。私も20年以上前のアニメですけど、プリンセスチュチュがすごく好きです。主人公の女の子が変身するタイプのアニメなんですけど、不穏な世界観と美しいバレエのシーンに岡崎律子さんの主題歌が合わさって癖になる作品です。好きなアニメの中でも広角機動隊と銀魂は特に好きですね。この2つの作品はキャラクターも世界観も音楽も全て好きです。たくさんあるんですけど、鋼の錬金術師はかなりハマりました。多分少し重たい話が好きなのかもしれません。最近だとゲゲゲの謎を7回ぐらい見に行ったんですけど、あと有名なところだとナルトとか、あとアキラさんと同じく銀魂も好きです。ここは声優として答えるとルローニケンシンです。子供の頃ケンシンの叫び声に鳥肌が立ってて、こんなすごい声を出せるプロたちはすごいなぁと思って本当に憧れました。その叫び声に感動したシーンは今でも忘れられません。今はあまりアニメは見ないですね。子供の時にテレビで見てたくらいです。ちびまる子ちゃんとか。先ほどのゆりかさんの話に戻りますが、ゆりかさんが声のお仕事を始めたきっかけは何ですか？私はニューヨークで俳優の活動をする傍ら、声のお仕事もいただくようになりました。アナウンスや朗読は以前から好きでした。私も朗読が好きで、
いつか声のお仕事をやってみたいと考えていてスタートしました。まだプロとしての活動歴は短い方ですが、企業や施設 PV などのナレーション、ソーシャルゲームやアニメーションのキャラクターボイスを担当させていただいています。私は日本に住んでいた頃は事務所に所属して声のお仕事をしていたんですけど、海外に引っ越してからはフリーランスでゲームの CV とか WebCM を中心に活動しています。今の時代だから叶う働き方ですよね。ボーカル歴はもう多分39年ですかね。地元熊本でアッシュというバンドで活動していて、でメジャーではマジェスティ、クレイズで歌ってました。今はインディーズでタブトラックっていうバンドをやってます。ボーカルはねずっとやってきたんですけど、実は声優っていうのは今回が初めてで、すごくねワクワクして取り組めました。39年、すごいですね。尾形さんはアーティストとして長いキャリアをお持ちですね。声優として初めての経験はいかがですか？自分の声がキャラクターと重なって映像になった時にすごく感動したんですよね。なんだか別の自分になっているような、そんな気がしました。その気持ちとてもわかります。そう感じますよね。私もあまり仕事は多くないので、仕事あるときは別人になった気持ちは強いです。この楽しさを知ってしまうと、もう抜け出せないかもしれませんよ。声って顔が見えない分可能性が無限ですよね。役なら自分と真反対の人物もできちゃいますもんね。やばいですよね、この気持ちよさはね。なんていうかステージで歌うのに似てるような気もします。次に機会があればめっちゃ悪い人の声とかやってみたいなって思ってます。尾形さんがおっしゃったことに関連して、キャラクターに本当に親近感を覚えた人はいますか？例えば、このキャラクターが自分に似ているとか、自分と同じ性格をしているとか。そうですね。今回演じさせていただいている佐伯役は、まだ物語での登場が少ないんですけど、夢に向かって前のめりになっているシーンは、養成所時代の自分と少し重なります。完全に自分と似ているキャラクターに出会ったことはないんですけど、もうこの部分は同じだなとか、共感できるなとか、少なからずどのキャラクターでも、見つけることができるので、それがやりがいにつながっています。声優だけじゃなくて俳優としても他人を演じるときはどこかに自分と重なるところがあるかなって思っています。それを探して見つけていくのが演じることの面白さなんじゃないかなって。あと茜さんに関してはさっきも言いましたけども、同じ兵庫県出身っていうだけで親近感を感じました。演じてるキャラクターに似てると感じてるのは私だけかな。いや、似てます。ミクの元気さと頑張り屋なところは似てるなと思ったけど、まさか髪の色まで一緒だなんて本当にびっくりしました。私は演じるキャラクターが自分と似ているなと感じたことはないですけど、自分の声で何かを伝えられることは嬉しく感じます。声で伝えるということに関連してですが、声のお仕事はご自身と性格だけではなく、年齢や時には性別まで違う役をする時がありますよね。キャラクターの声を担当する際、そのキャラクターに合った声をどのように見つけるのでしょうか？キャラクターの声ですか。もちろん最初は基本情報からですね。例えば年齢、個性、顔やイラスト、そこからはキャラクターの育ちなど、細かければ細かいほど分かれば自然に湧いてきますよね、声が。同じです。あとは当たり前ですけど、今回の場合は本人の音声を何度も聞いて、話し方の特徴を見つけてイメージしながら出しました。例えば文の語尾が少し上がるんだなとか。私もお二人と一緒ですね。あとはこの声優さんのこのキャラに近い感じでと具体的なリクエストをいただくこともあります。ただ今回のように実在の人物をキャラクター化した場合、ご本人の喋り方を真似しすぎるとアニメの絵柄と少し合わなくなってしまうので、そこの調整が今回は難しかったですね。キャラクターのイラストや作品の内容を詳細に教えていただいて、自分でもイメージしながら声を出して調整していく感じですね。
私も皆さんと同じで基本情報から入っています。ただファーストインプレッションは大事にするようにしています。私は情報が入りすぎるとブレちゃうんですよね。最初やってたものと。そのあたりのバランスを常に考えています。登場人物についてですが、鳩は歌う夢を見るの中でお気に入りはいますか？できればご自身が声を担当していない人でお願いいたします。ミサちゃんは誕生日が同じなんですよね。で、酒飲みでベースを弾く姿がすごくかっこよくてロックしてて大好きですね。あとやっぱりミクちゃんは同郷なので特別な、感情というか感覚はあります。ただやはりこの5人が揃ってこそバンドメイド、メンバーチェンジが一回もないっていうのはね、レッド・ツェッペリンと同じようにすごくいいなって思ってます。そうですね。みんなが可愛くてかっこよくてみんな好きです。ごめんなさい。私はやっぱこういう質問は本当に苦手です。ゆりかさん助けて。私もみんな素敵だと思うので、一人を選ぶっていうのは難しいですね。いや、私もです。でもあえて選ばなければいけないというのであれば、自分と全く違うキャラクターっていうことで、かなみさんと言わせてください。可愛いです。とにかく可愛いです。わあ、ありがとうございます。なんだか自分のことのように嬉しいです。全キャラクターが好きなので選ぶのがすっごく難しかったです。私は自分が演じているかなみさんが可愛らしい印象なので、クールな佐伯さんに惹かれちゃいます。なんか照れちゃいますね。私はミクちゃんですかね。夢にまっすぐ突き進むその行動力が素晴らしいなと。皆さんそれぞれの思いが各人物に終わりになるということですね。声優としてのキャリアの中で一番良かった瞬間と、またもしあればですが、苦い経験についても教えてください。声のお仕事をしていてやっぱり嬉しいのは、クライアントの方や周りの方に喜んでもらえた時ですね。最悪な経験というのはまだないですね。私もやはり周りに喜んでもらえた時が一番嬉しいので、一番良かったことっていうのは日々あります。同じく最悪な経験も幸いまだないです。印象に残っている嬉しかった瞬間は、この仕事を始めたばかりの頃いただいたアニメのちょい役です。スタジオにいた憧れの大先輩を笑わせることができてテンションが上がりましたね。最悪だったのは、フリーランスを始めてしばらく経った頃に悪質な顧客が未払いのまま音信不通になって騙されたことに気がついた瞬間ですね。いい勉強になりました。私もそれあったわ。みんなあるんだ。ひどいよね。私もフリーランス始めてから始めてもらった本格的なゲームの仕事のはずだったが、録音して音声を送ったら音質が使えないなんて言い訳にして支払ってくれなかったの。本当に悔しかった。悔しくて何日も怒りましたわ。でもそうですね、一番嬉しい時はクライアントとファンたちが喜んでくれる時と、特に感動してくれる時です。たくさん仕事しててたくさんの人を喜ばせるのが一番嬉しいです。私も喜んでもらえた時はやっぱり嬉しいです。あとラジオドラマをやった時に、私の演技を周りのスタッフの人が必死で笑いをこらえてるのを見て同じ部屋で録音してたので、でもとっても楽しかったです。私もフリーランスなので、メイさんやユリさんと同じようなことがありました。で、先払い方式だったんで最悪っていうことはなかったんですけども、お互い思ってることが違ってて、今度からしっかりクライアントの人とは確認して、トラブルになりそうな時のサインは見逃さないようにってすごい思いましたね。皆様ありがとうございました。それではそろそろお時間となってしまいました。残念。皆さん本日は本当に貴重なお話をありがとうございました。今後の動画も見逃さないようチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。